変幻自在に動き回る態度。この身体操作にはどんな秘密があるのでしょう。それが運足なんです。一番遠くにあるもの、左に行きたいんだったら一番右にあるもので動く。その時に運足っていうのが足と手が一緒に動くという形になる。なのでもうこれでアクロバティックに見える態度の動きを支える運足の原理とは。気になりますよね。中野哲司先生に聞いてみましょう。そうですね、まず態度の中段構えがあるんですけど、中段構えそのものがやっぱり鍛錬にもなってるんですね。で一つはやっぱ技の鍛錬になるんですけど、例えば肘がこう開いて動くのか、一番こう最短で動くのかっていう、ここを常に鍛錬します。で筋肉の話ですね。例えばこの脇が開く運動ってじゃあ何筋でやってるんですかってなると、三角筋でやりますよね。三角筋でやるわけですよ。でそうすると三角筋をやった後に肘を持ってくる動きって、三角筋の全部繊維が働いたりとか、じゃあ大胸筋で引っ張ったりとか、なんかスタートがこれに慣れちゃうんですね。なので例えばこうやって構えちゃう人、ちょっとでもこうやってやっちゃう人って最初こっちなんですよ。なのでパンチもこうやって開いちゃいますし、なんかよく見ますよね、そういう確かに。なるほど。でパリングもこうやって肘が開きながらやっちゃうので、チューリップガードって言うんですけど、もうパタパタなんですよね。パタパタなんですね。で手先で相手の突きをかわすってなるので、例えばでも体自体で避けますので、別にこれでも経過いいのかもしれないんですけど、やっぱり肘を中心に動いた方が明らかに丁寧ですよね。中野先生、今すごい重要なことさらっと言いましたけど、体自体で動くわけですよね。はい、それ一番重要なことですよね、多分。それが運足なんですよ。なので態度は運足運体っていう言葉がありまして、運ぶ足、運ぶ体っていうのが制御体っていう相手と自分を制御しなさいっていうようなものがあるんですけども、その時の言葉ですね。相手の技をかわすとかいう時に、体全体で動くのはすごい大変そうみたいなイメージがあって、なんか手とか足でパンと弾いたり受けたりする方が簡単そうな感じがするんですけれども、その辺はどうなんですか。ですね、例えばじゃあこの突きをこうバーンとしますよね。でめちゃくちゃ手を早く動かすんだって筋肉をめちゃくちゃつけて、ただ瞬発的な練習とかして、とにかく早く手を打って出すみたいな、戻すみたいな練習をたくさんするとしますよね。でこの拳がここからここに到達するスピードで頑張るのか、足を回すことでちょっと拳ここまで前出ちゃいますよね。で腰も回すとまた出てきますし、でなので足を回すスピード、肘を前に出すスピード、肘を伸ばすスピードの3つでやった方が、例えば同じところに到達するスピードだったら簡単になるって話ですよね。なので体全部使った方がどっかだけ明らかに強くやるより楽なんですね。なのでその連動が皆さんずっと座ったままとかいろんな日常生活を送っていく中で、全身を動かすっていうのが子供の時より下手になるんですね。で1箇所だけ使うから肉離れするんですよ。確かにそうかもしれない。で1箇所だけ使うから怪我するんですね。で全部動かせば別にみんな1+1+1+1 でやってるのでそんなに大変じゃないんですね。なのでいろいろ考えて最初はややこしいかもしれないですね。あっちもこっちも動かしていて頭がややこしい話なんですね。でもそれって年齢がいってもずっと訓練できるものなんですよね。なので一番最初にやっぱりきつくなるのが目なんですよね。動体視力がきつくなるって皆さん言うんですよ。そのスポーツ選手もそうですよね。技も筋力もある程度保てるんですけど、目の筋力が落ちるんですね。目の筋力がそうなんですよ。確かに。なのでそうすると目がついていかなくても体の感覚で全部で相手と動いていく時に添えてですね、添えてる動きで動いていくっていう形でやると私の考え方なんですけど、左に動く時、相手の攻撃が例えば剣でも突きでも切りでも切る時に開いちゃうとここに居ついちゃうんですね、重さが。あと実際に残りますよね。なのでこの剣が来た時に危なって避けようとしても結局こうやってやっちゃうと足と手が全部残ってるんですね。なるほど。でこの時にこっちで動く、要は左に行くんだったら左手で引っ張ったりするんじゃなくて、左足で蹴るんじゃなくて右手で持ってくる。一番遠くにあるもの、左に行きたいんだったら一番右にあるもので動く。
っていうふうにすると空手のこういう動きが分かってきます。でその時に運足っていうのが足と手が一緒に動くという形になります。なのでもうこれでもしくはこれでこの正中をずらす、はい、というような形になりますね。なるほど。中野先生今おいくつなんでしたっけね。今42歳です。今年42歳に今年43歳になると思います。2月で43歳になって、はい、現時点では、その20代の頃と比べて自分の動きというのはどうなんか変化とかしてます？シンプルな筋力でいうとそんなに変わってはないと思うんですけど、昔の方が何も考えずにバンバン動けましたね。で今は丁寧に動いてます。なるほどね。で怪我をする率でいうと今の方が圧倒的に少ないです。昔はもう膝の靭帯を右4回左5回とか損傷してて、もうほんと雑に動いてたので、腰が結構反り腰で動いちゃう方だったので、そうすると膝ってこう中に入るんですね。でそうすると全身を回そうとした時に最初にこれが入っちゃうんですよ。これが入っちゃうんですよ。ちょっと浮いてきちゃうんですよ、足がピッてピッて。なるほど。あと膝でいうと内反って言ってこう引っかかっちゃうんですよ、グッて。でその腰を見ていただくと分かりやすいかもしれないんですけど、腰が反るだけでそれがちょっと起こっちゃうんですよね。そうなんですよ。なのでお尻はこれビロ集中なんて言葉なんですけども、こうですね。股関節を上げるんでも上げるんでも、股関節を上げるんでも上げるんでもなく、股関節を抜いて真下に落とす。でこういう動きですよね。でそれを手も足も全部使って前にも動ける、後ろにもやれるっていうのが運足の練習なんですね。でこの例えば後ろに下がるときにお尻から動いちゃうことが結構いるんですね。あとは頭からこうやってやっちゃうとか、でそれをまっすぐなままでその動きでしっかり回ってくるのが線ですね。なのでこの運足八法に体の変化を入れていくっていうのが大事なので、まず1構えですね、2運足、そして線変転の相対で、この順番で練習すると態度はすごく上手になると思います。笑っちゃいましたけど、線変転って線変転ですね。0.2 秒で言ったりする。線変転、線変転、線変転できるだけサクッと言って。ダメだ。線変転ってちゃんと言ってください。改めてゆっくりお願いします。体の方形というのがありまして、それが線体、運体、天体、年体、天体の5つあります。ところで黒帯ワールドには空手ファンがたくさんいます。態道の動きと空手の共通点って何かありますか？そうですね、空手のちょっと私も全然専門じゃないんですけど、回し受けだとかと態道のこの受け払い突き、この動きが多分共通して似たものになると思うんですけど、これちょっと違うように見えても、肘を上げて手を中に入れて回してくる、これがですねこう直角的に動く、態度は直角的に動かすんですけど、それをこう柔らかく動かすっていうのと多分共通してくると思うんですよね。で右手の突きが来てもらって、この動きですよね。でこれって肘を態度では対角線の目を隠すように、この受け止めた時に間が空いてると結局ぶつかってしまうので、これが当たってれば大丈夫ということで頭につけろって言うんですけど、もしこれがですね横から来るとずっと空いてるやっと守った、でも空いてるってなってしまうので、へそ、溝、首、顎、鼻っていう形で守ってきます。で相手の突きが起きた時にこの形になる。で自然に肘が中に入ってくるという形ですね。でこの払いの場合は払いが来たらこの形で払ってくるんですけども、でこの場合はですね、例えばここの払いがもし肘が外にあるとこうやって払うことになるんですね。すごい厳しいですよね。なので同じようにしっかり肘を正中まで持ってきて、結局正中を打たれたくないので、正中に持ってきて正中から外に持っていく。で逆にここまで持っていくと次が来てしまうので、ちょっとじゃあつくから右手の払いでちょっと払いオーバーこうなっちゃしまいますよね。払いすぎてしまうとこれが抜けてしまうので、なのでやっぱり正中でとどめて、引く時も正中で引いていく、正中で引いていくという形ですね。
確かに、そのあたりは非常に似てるわけですね、考え方として。そうなんですよ。でタイドーもこの不動立ちという練習をすごく練習するんですけども、不動立ち低めで突きを来てもらったと、じゃあ普通に構えてもらって突きを来て、こう来た時にこの位置不動立ちに来てます、でここで、しっかり出ますし、で音って持ってきてもいいっていう形です。でこれに関しては、同じ話ですね。今のは受け払いから入ってるんですけども、これが例えば肘が開いてたらすごいできないですよね。なので最初の構えでこう開けちゃうとこれから始まってしまうから、だから肘を締める。でそうすると心技体の技が正しくあると、体が真ん中からついている筋肉から動き始めるってなりますね。で先ほどの外から動くんではなくて中から動くっていうことになりますね。でこれはすごく面白いんじゃないかなって思います。そういえば中野先生の趣味やライフワークって何ですか？ライフワークでいうと人を治す、あとはその武道の動きを追求するですね。あとは習ったことを誰かにやっぱ伝えたいっていうのがなんかすごいなんでって言われたらわからないんですけど、そういう欲求があるみたいで、なのでできるだけなんていうんでしょう、他で役に立てることがあんまりないんですよね。多分施術して体良くなってもらうとか、あと体の使い方知っていただくとか、そういうのはすごく自分が唯一できることなのかなって思ってるので、それで貢献できたらいいなと思ってます。で自分と同じように態度が好きな人と、あと同じ領域でたくさんああだこうだって話して、で自分のお弟子さんとか後輩からもまた新しいアイデアとかがもらえて、なるほどっていうふうに、やっぱその気づきの時っていうんですかね、アハ体験っていうんですか、なるほどって思った時がやっぱりすごい楽しいんですよね。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。